今回もその前回話した久保さんの話なんですけど、久保さんってすごいお話をお持ちなんですね。そうなんですよ。でもなんか、いやーそんなお化けとかおらへんやろっていうタイプなんですよ。めちゃめちゃ経験してますよね。そうなんですよ。その中でね、また今カメラマンとしてプロのカメラマンとしてスタジオを持ってるんですけど、その専門学校にずっと通ってた時が終わって、久保さんも神戸なんですけど、学校が大阪にあったんですよ。うん、でその時にしてたアルバイトが神戸にある、バス会社で観光バスを洗うバイトなんですよ。中掃除したりとかで、そのアルバイトっていうのは10人の1チームで78台バスをこう掃除してさばくんですけど、時間が別に拘束時間がないんですよ。うん、なぜその日のバスを掃除すれば上がりっていう。早く洗い終われば帰れるしってことなんですね。そうなんですよ。だからみんなで頑張れば頑張るほどで割のええ仕事やったらしいんですよね。でもね、なんかその中にベテランの女性3人がいて、おしゃべり好きな3人がいたらしいんですけど、その中の一人で佐藤さんっていう人がちょっと変わってる人だったらしくて、仕事も真面目やしいつも明るいんですけど、ある日遅刻してくるんですよね。でそれじゃ残りの女性2人が「あ出た出た」って言うんですよ。またや。で久保さんは遅刻癖でもあるんかなと思ってたんですが、よく聞いてみるとそうじゃなくて飛び降り自殺を見てるんですよ、出勤前に。でそれが第一目撃者かなんかで警察に一応何か聞かれたりしてで遅刻してるんですよ。でその2人が言うにはね、あの人めちゃくちゃそういう現場に合うねんって。で最初は自分たちも遅刻の言い訳やと思ってたらしいんですが、なんかそうじゃなくて全部ほんまらしくて、なんかそのアルバイトその佐藤さんが何年やってるのか分かんないですが、もう8回見てるらしいんですよ。飛び降りだけじゃないですけど、いろんな事故現場とか、人が亡くなる現場に立ち会ってる。でもおかしいじゃないですか、ちょっと。会いすぎですよね。で本当に久保さんが佐藤さん来た時に聞いたら「いやそうなんよ」って言うんですよ。である時チームの一人がね、辞めることになって、で社長を含めた久保さんを含めてその佐藤さんも含めて居酒屋に飲みに行ったんですって。で席が久保さんとその女性3人組やって、じゃあお酒回ってきてなんかまあ仲いいんですけど、だからノリでいじり出すんですよ。あんたちょっとおかしいでって、そんな8回も見て、でなんかそういうのってあるやんかみたいな、お祓いみたいな行った方がいいんちゃうのって言ってたら、久保さんもね「いやちょっと心配やから行った方がいいですよ」っていうか「それいつからなんですか?」って言ったら、今に始まったことじゃなくて子供の時からって言うんですよ。で実家がね鳥取の田舎らしいんですけど、気づいた時にはこっちこっちっていう声が聞こえるんです。でその声に反応して行ったら、最初見た時は小動物が死んでたって言って、でそれがだんだん人に変わってきて、もう街中に来たらもう人しか見んようになって、でそれめっちゃやばいっすよってで最近ちょっと不安やねんって言い出すんですね。また「どうしたんですか?」って言ったら「いやいつもはこっちおいで」みたいな声やねんけど、なんかちょっと悪意がある声に変わってきてるって言うんですよ。なんかちょっと笑い声というか、だからなんかいつもと違うねんなと思って、でもう声聞こえたら分かるから行きたくないんですけど、体が自然に行っちゃうんですか？出まうんですって。でまた別の日に飛び降りで遅刻してるんですよ。見ちゃったってことですね。でまたアルバイトに来たら明らかにちょっと近づいてきてるっていうんですよ。っていうのが声がして、事故なり飛び降りなりを見るんですけど、そのね声がして
飛び降りたり事故に遭う距離がだんだん短くなってるっていう、こうした瞬間こう飛び降りてきたり、だから当てに来てるんちゃうかなとかこうなんか言ってるらしくて、でいや多分早く行った方がいいって、そういうお笑いとかね、でなんやったら僕も調べますよとか言うんですけど、そっからずっと休みがちになるんですよ。で電話がかかってくるんですよ、ある時。じゃあ電話の向こう側でね、その佐藤さんが「当てに来てます当てに来てます」って言って「怖い怖い怖い」ってテンパってるらしくて、で社長が取って「いやもうとりあえず現場行くから」って言って「教えて」って言って電話切って「久保お前も来い」って言って2人で行ったらしいです。で行ったら事故現場をまた見てて、で警察の人に「あれこういう人いませんでした」って言ったら「ちょっと別の方で体調崩されてるんで」って言ってなんか保護してくれてて、でその場所に行ったらその佐藤さんがぐったりしていたんですよ。でも全然もう笑い声がして見た瞬間にこの目の前に落ちてきたんですよ。だからもうすぐで私死にかけ巻き添え食らって、だからもう私もうちょっと実家帰らせてください、もう今日でも実家帰らせてください、もう仕事できないって言って、でいやまあまあ落ち着いてって社長が言ってるんですけど、傍らにね20代後半ぐらいの綺麗な女の人が立ってたらしいんですよ。で娘ですって言うんですって、で母もちょっとこういう状態なんでもう明日にでもちょっと実家帰ろうと思ってるんですって言って、でまあそれじゃちょっと待ってくれって言って、で社長と「久保ちょっと待っといて」って言って、その社長と佐藤さんと娘っていう人とちょっと喫茶店でこう喋って30分後帰ってきたんですけど「あ久保ちょっとあかんわ」って言って、やっぱもう働ける状態じゃないから。で次の日に、午前中に娘と一緒に来て、手続きして実家に帰られたらしい。で社長も久保さんに1人抜けるけどすぐバイト入れるからちょっと9人で頑張っといてって。でその佐藤さんが仕事辞めて実家に帰ったっていうのはその昼他のチームは後で聞かされるんですね。でこういう状態で佐藤さん帰ったからとりあえずすぐバイト入れるからみたいなこと言ったら、その仲良かった2人いるじゃないですか、女性。その人らがなんか言いたそうな顔してたらしいですよ。久保さんも見てたんですけど、で社長も気づいて「どないしたんや」って「なんか言いたいことあんの?」って言ったら2人が言いにくそうに「もう私たちもう佐藤さんと何年も付き合ってるですけど佐藤さんって結婚してませんよ」って言うんですよ。で娘なんて聞いたことがないって言うんですよ。いやでも久保娘って言ってたよなって言ってましたって。いやその子供がおるなんか私たち何年も一緒やけど会ったこともないし聞いたこともないですよって言って、で一応ね忘れ物とかあったらあかんから電話番号控えてたらしいんですよ、実家の。で社長が電話して「ちょっと一回電話してみるわ」みたいなんで電話したら「はいすいません」って言って切ったんですよ。でどうでしたって言ったら鳥取が実家やって言ってたのに岡山の全く関係ない人のところにかかったらしいんですよ。でそれ以来見当たらないですって佐藤さんとは。娘ってもしかしてほんまに娘なんかなみたいなことを久保さんが言ってましたけど、ちゃうんちゃうかなって僕ちょっと思う。でもはっきりとその人は見えたわけですよね。社長のね、その娘さんが幽霊とかっていうもう全然はっきり、ただ似てないなとは思ったらしいんですよ。何それすごく謎ですよね。そうなんですよ。いや僕一瞬だからそのね佐藤さんのことをこっちこっちって呼んでる犯人というか、不思議な存在がそこにもう実体化していたのかなとか思ったんですけど、そういうわけでもないんですよ。そうなんですよね。まあ今あれはでも人やでって言ってましたけどね。でもちょっとちょっとなっていう。何なんだろう。似てないとは言ってました。で本当にいろんなこと考えちゃうんですけど、佐藤さんね、今その連絡がつかないっていうことなので、本当に最悪の結末をもう呼ばれてるっていうね、
もう当てられるって話をしてたので、もうそういうことになってしまっているのかもしれないし、そうそう、なんか連れて行かれたような気もしますよね。まあなんせ気持ち悪い話ですね。いや